必要な本を今回3万円分もね買ったんで、どうも渡辺ロマンです。今回はですね、本の紹介です。買った本ですね。3万円分ぐらい本を買ったので、ちょっとその紹介をしていこうと思います。僕はですね、今24歳で1年間新卒から入って勤めた大企業を次の6月末で退職して海外に移住する。その海外で移住しながら動画とか文章を作っていって、それで生計を立てていくっていうのが今の目標なわけですね。で、それに役立つ本というか、そのために必要な本を今回3万円分もね買ったんで、ちょっとそれを一冊一冊紹介しようと思います。なんで僕が買ったのかっていうところと、ざっくりどんな内容を期待しているかみたいなところまで語れたらなと思います。なんで先にちょっと断っておくと、ちょっとね、小説とかそういうのより実用本っていうのかな、そういうのの方がちょっと多いです。それはね、ちょっと申し訳ない。でもね、俺そういうのも好きなんですよ。普通にめっちゃ読むんですよ。それはちょっとこういう例えば、これ小説じゃないけど、なんて言うんだこういうの。なんて言うんだこれ文化人類学の本とか、これなんて言うんだろう。こういうのもね、好きだよっていうことは先にちょっと断っておきます。なんかビジネス書ではないんだけど、そういうのしか読まないタイプではないよということはちょっと先に断っておきます。定期的にね、僕が読んだ本とか読もうと思っている本とかも動画で紹介していけたらなと思うので、ぜひチェックしてみてください。さすがにね、ちょっと今まで3万円分もね、本買ったことないんでね、ちょっとワクワクしますね。自分が何を買ったかもあんまりもう覚えてないんですけど、ちょっと開けてみます。めちゃくちゃ本が入ってる。当たり前だけど、一冊一冊紹介していると間に合わないぐらいの量の本が入ってますね。めちゃくちゃたくさん本が入ってる。一冊一冊紹介していくか、上から順に。一冊目、ストーリー、ロバート・マッキーが教える物語の基本と原則。これね、ずっと読みたかったんですよね、前から。っていうのも、これから僕が動画を作っていく旅の動画と、そして自分の人生をドキュメンタリーにしたこのチャンネル、この2本で動画を作っていく予定なんですけれども、それにあたってやっぱストーリーっていうのは学ばなければいけないですよね。これは不可避というか、自分が自分の人生をストーリーにして動画なりノートなりにしていくにあたって、そもそもストーリーって何ぞやとか、どうやって物語っていうものを紡いでいくのか、そういうところをちょっとちゃんと一回学びたいと思って買いましたね。ずっと自分のそのセンスというか感覚だけであんまり僕は動画作りたくなくて、一旦理論を学んで、その上で一つ一つ自分なりに手張りじゃないけど応用させていきたいんですよね。だから一回ちょっと理論的なことも学びたいと思って買いました。やばいな、ちょっとこのペースでいったら終わんないかもしれない。2冊目、コンセプトの教科書。細田さんっていうね、人なんですけど、この人YouTube で出てて非常に面白いなと思って買ったんですけどね。一回僕これ前に読んだことがあって、かなり面白かったんですけれども、ちょっと全部は読み切れなくてですね、内容を完全に咀嚼できないまま終わってしまったんで、読み直しですね。自分の動画もそうだし、文章もそうだし、一番最初にそのコンセプト、根底にどういうものを世の中に対して伝えていきたいかっていうところがちゃんと定まってないとブレブレな投稿になっちゃうと思うんですよね。だからそのコンセプトとは何ぞや、どうやって考えていけばいいかっていうのを、これも同じように体系的に学びたくて買いましたね。ここまででもう分かると思うんですけど、今回はですね、割と自分の目標、文章と映像で旅をしながら生計を立てていくっていう、この目標のための本が結構多いですね。その前提でここからもちょっと聞いてもらえるといいんじゃないかなと思います。次、進化論マーケティング。鈴木優さんの本ですね。鈴木優さんはもう僕大好きで、多分ほぼ全部読んでる。この本もですね、実は前に読んだことがあって、でその時に非常にいい本だったっていうことは覚えてるんですけど、これもさっきの本と同様に内容を咀嚼しきれないまま、手放してしまったんで、もう一回買い直しっていう感じです。ざっくりどういう本かっていうと、他のマーケティング本とは違って人間の歴史的な人類史的な本能に従ってどうやって人は物を売っていけばいいかみたいなところを
教えてくれる、そんな本ですね。別に僕は今物販をやってるわけでもないんですけれども、しかもやる予定も別に今のところないんですけど、ちょっと自分がね、マーケティングをちょっともう一回学び直したいというか、僕一応大学で商学部だったんで、マーケティングは学んではいたんですけど、あの時にあんまり身にならなかったっていう後悔じゃないけど、そういう思いがあって、もう一回ね、マーケティングを自分で学び直そうと思って、他にもね、マーケティング系の本はこの後出てくるんですけど、それの一冊ですね。次、作家の旅、ライターズジャーニーっていう本ですね。神話の法則で読み解く物語の構造。これ何かっていうと、僕も読んだことないんであんまり詳しくは知らないんですけど、いわゆるその神話っていうのをこのクリストファー・ボグラーさんがめちゃくちゃ分析して、でどういう共通点があるのか、神話にはそれぞれどういう共通点があるのかっていうのをまとめた本っていうふうに聞いてますね。でなんで買ったかっていうと、これもですね、さっきのドキュメンタリーじゃねえストーリーか、ロバート・マッキーのストーリーのやつと同じで、これから自分が動画を作っていく、ノートで文章を書いていくにあたって、どういう原理原則で物語を書いていけばいいのかっていうのを、学びたいと思って、面白そうじゃんと思って買ったんですけど、今届いてびっくりしたのが、尋常じゃないぐらい分厚いんですよね。こんな分厚いんだと思って今ちょっとびっくりしてるんですけど、何ページなんだこれ。560ページぐらいありますね。ちょっとこれは読むのなかなか骨が折れそうだけど、頑張って読もうと思います。ちなみに今回紹介した本はちゃんと感想動画も多分撮ると思うんで、実際どんな感じだったかみたいなのは、この量だとちょっとそんなすぐには出せないと思いますけど、何ヶ月後かに動画出すと思います。というわけで次の本がドキュメンタリーマスタークラス、トップランナーに聞く映像制作のノウハウ。これももう言わずもがなというか、あれですね、映像を作るための本ですね。これから自分が、いわゆるドキュメンタリーチックな動画を作っていくにあたって参考にしようと思って参考書籍として買ったものですね。有名な人たちが多分ドキュメンタリーについて語ったみたいな、そんな本だと思います。薄くて読みやすそう。次、ノンデザイナーズブック第4版。デザインの本ですね。デザインって学ぶことないじゃないですか。その学校とかでも美術とかってただ漠然と絵を描かされるだけで、基本からデザインを学ぶって本当芸大とか行かないと多分ないですよね。だからちょっと一旦体系的にデザインってなんだっていうのを学ぼうと思って、でそれを今後動画とかに応用していけると思うんで、そのための本として今回買いました。とにかくね、もう原理原則みたいなところを学ぶような本が多いってことですね。今回は自分が何も知らないという前提に立ち、もう一つ一つ学んでいくしかないですよ。それがやっぱ今何もない人間のやれることだと思うんですよね。そんなわけでどんどん次を紹介していきますけれども、次、今までとはテイストが違う本ですけど、暴力を知らせる直感の力。帯を見るとストーカー、DV、職場内暴力とかもちょっとかなり過激なワードが並んでいて、なんで買ったかっていうと、これから自分が海外に移住して、時にはちょっと危ないところで動画も撮影していくと思うんですよね。そういう動画をもう撮りたいと思ってるんですけど、そんな中で当然命は大事ですから、自分の身は守らなきゃいけない。どういうふうに考えていれば、いざ危ない状況になった時に正しく自分の身を守る行動を取れるかっていうところを学びたいと思って買いましたね。実際にこれが役立つのかどうかはちょっとまだ読んでみないと分かんないんですけど、ちょっと面白そうですよね。次、いい戦略、悪い戦略。これなんだっけな、なんで買ったんだっけこれ。これも今後いろんな発信活動、創作活動を続けていくにあたって、どういう戦略で発信していくか、その土台を築きたいと思って買った本ですね。ちょっと内容は読んでみないとよくわかんないですけど。次、人は悪魔に熱狂する。これもちょっと過激というか、面白そうなタイトルですよね。これも人間の深層心理と、マーケティングというか物を売るということを掛け合わせて分析したようなそんな本なんですけど、例えば昔サラダマックっていうちょっとヘルシーなハンバーガーがマクドナルドで売られたことがあったんですよね。それなんで売ったかっていうと、もっとそのヘルシーじゃないからマクドナルドには行かないみたいな顧客がすごい多かったから、そのニーズを、マクドナルド側は察知して、じゃあヘルシーなハンバーガーを作ろうと思って売ったんですけれども、全然売れなかったんですよね。でそれがなんでかっていうと、実際は顧客はヘルシーな食べ物を食べたいって
っていうのは世間体で言っているだけで、本当はみんな脂っこくて背徳感のあるもうジューシーなジャンキーなハンバーガーを食べたいっていうのが本当のお客様の本心だったと。でそれに気づけなかったからサラダマックは失敗したよねみたいな、そんな話が結構有名な話でマーケティングの中ではあるんですけれども、そんな感じで人っていうのは自分自身ですら自分の本当の欲望を把握してないよねみたいな、そんな内容のことがかなり分析的に書かれている本だと思います。マーケティングをちょっともう一回学び直したいと思って買った本ですね。で次、この3冊はちょっともうセットで紹介しちゃおう。ファンベースとドリルを売るなら穴を掘れとハマる仕掛け、自分が大学時代に学べなかったマーケティングをもう一回基礎から学び直そうと思って買った本ですね。最後だ、ようやく最後です。最後にふさわしい本出ました。影響力の武器、もう言わずもがなですよね。もう名著中の名著、傑作中の傑作と言っても過言ではないと思います。僕たちは知らず知らずのうちに物を買わされたりしているわけですけれども、そこにはどういう原理原則があってそういう行動に至らされているのかっていうのをすっごい分かりやすく分析した本ですね。これ自分大学時代に読んだことがあって、非常に面白かったんですけど、いかんせんこの分厚さなので一回自分で所有して一つ一つゆっくり咀嚼していかないと読み切れないというか、買いましたね。さあというわけで、これが今回買った本、めっちゃ重い。なんか全体的には2つのカテゴリーぐらいに分けられるかなっていう気はしましたね。今自分で紹介してて、今まで大学時代とかに自分が一回学んだけどちょっと咀嚼が足りなくてもう一回学び直したいっていう、その学び直し系のやつと、これから自分が動画を作っていく、文章を書いていく、それで生計を立てていくにあたって必要な本を買ったっていう、そんな感じですね。こうやって見るとすごい量だけど、頑張って読もう。これを一つ一つちゃんと読んで取り入れて、日々の動画制作とか文章にもちゃんと活かしていきたいと思うんで、そしてそれが最終的には動画と文章で旅をしながら生きていくっていう自分の目標につながると思います。本気で僕はそこを目指しているし、レールから外れた生き方をしてもいいんだっていうことを、僕が伝えられればなと思うので、ぜひチェックしていただけるとありがたいです。これの感想動画、実際どんな本だったよみたいな動画も撮ろうと思うんで、ちょっと先にはなるかな。でもそれはちょっと期待しててください。じゃあ今回はそんな感じです。